取られるはずの桂馬がこう逃げ出してますから、でこの桂馬がね本譜この後うまく働いたんで。皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回はですね、将棋王座指しました対局の解説編をお届けいたします。今回はですね、向かい飛車に対して居飛車穴熊でねかかって戦いました。ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね早速対局の方を振り返っていきたいと思います。本局私の先手番で7六歩、3四歩、2六歩、4四歩と、そして2五歩、3三角、4八銀、3二銀、そして5六歩、4三銀、そこで5八金右と。そうですね、ここまでね私の方は飛車先の方を伸ばして居飛車を明示しましてね、後手の方がこう飛車を振るか、まだね3二金とか8四歩でね雁銀の将棋になることも考えられたんですけれども、ここで相手方がね2二飛車と向かい飛車に構えたことでね向かい飛車対居飛車の戦型が確定しました。でですね、何気ない局面ですけれども、ここが一つね気をつけないといけないところで、6八玉とね、もう玉を囲い合いだとかに上がってしまうと、2四歩と突かれて、同歩同角という手がね王手になってしまうんですよね。これ王手で、同飛車でね飛車角交換は辛いですし、収めるとね銀を取られて、飛車を抜かれてね大変なことになってしまいますね。序盤早々にね、あっという間に引っ張り系となってしまうことがありますので、一応ねこの同角の時さっき飛車が交換だったんですけどね、同飛車でね1五角と打つとこう派手な感じでね展開になるんですけど、これもね2五飛車打ちと打つの切り返しの攻守で、以下2四角に同飛車で取られてね、これで駒の損得は一時的にね飛車角交換で、ない形になるんですが、やはりね、この次2九飛車成という手が、先手は非常に受けにくいので、これはね、後手が優勢、後手のペースに、なってしまいます。ですのでね、何気ないところですね、さっとね6八玉と上がってしまうと、これはね、有段者の方はねご存知の手筋だと思うんですけれども、5六とついてある形でね向かい飛車に対して6八玉は非常に危険な手になるのでご注意ください。実際はですね、ここで5七銀と上がりまして、6二玉に、6八玉とこうやっておけばね、今度はね2四歩同歩同角ときても、王手にならないのでね、2五歩と打てば、特に問題はないですね。あるいは4六歩とついておいても問題はないですかね。すぐに先手が苦しくなるということはありません。ですのでこのね5七銀という手をね上がっておきさえすればね特に苦しくなることはないのでねご気をつけください。で5七銀6二玉6八玉に後手7二玉で7八玉、ここら辺から囲い合いですね。8二玉7七角と、私は今回ね7七角とあって持久戦を目指しました。で5四銀とね、この銀手が後手のね、注文をつけたというか工夫した手で、8八玉と寄る手もあるんですけれども、6五銀というねこの歩を狙ってくる手が先手居飛車としてはね嫌なところなんですよね。この歩の太いが単純なんですけど受けにくくて、7五歩とつくと7六銀って感じでね、あまりね気分が良くないですよね。形勢的にはね、例えば角上がると銀引かれたりしてちょっと千円にして模様になる感じもありますし、非常にうるさいと。ですので、ここではね、実際6六銀と受けたんですが、あるいは6六とついてね、とにかく6五銀と出させない、方が皆様にはおすすめですね。あえて出させてね、戦うという指し方。あるいはね、ひねって8六とついて、6五銀には8七玉を用意するみたいな指し方もあるんですけれども、皆様にはね、6六か6六銀、実際6六銀ってあったんですけど、こちらの対応の方がね、シンプルで分かりやすいと思うので、お勧めさせていただきます。で、6四歩と。で、8八玉。4五歩。後手の方はね、6五歩とつく手もありますけどね、6五歩使っても5五銀とぶつける感じでね、そんな簡単にね、銀交換はね、それほど不満じゃないんですね、居飛車がね。例えば銀がこう手持ちに乗り合いますとね、ここにどこに銀を打つ手が、居飛車側には残りますので、もちろんこういった展開も考えられるんですけどね、それほど気にする必要はないでしょう。ということで4五歩とついた手に対して、私の方は5五歩とつきました。この手はね、保留して指す手もあるところなんですけどね、金を寄ったりとか、ちょっとね、意味合い的には難しいんですけど、何かの時にこう銀を引いてね、角交換を迫るっていう指し方なんですけれども、
まあね、わかりやすく5五歩とついてしまってもいいのでね、本局は5五歩とついてしまいました。で、まあ6五銀もね、ありますけど、先ほど同様にね、銀交換になった後に4三銀と打つような傷もありますし、まあ居飛車もまずまずでしょう。なので、実戦は6三金と。で、私は6八金よりと固めまして、後手は7二銀。まあ、ここがね、分岐点ですね。9二香と上がって、穴熊を目指すと、あるところでした。7二銀上がると、後手はね、美濃囲いにしてきました。で、私はね、ここで9八香と、穴熊を目指します。で、3五歩。そうですね、後手の方も、いろいろなプランが考えられるところでね、5二金と上がって、じっくりね、シンプルに、このシナリオを目指すんではなくて、この銀をね、圧迫するような指し方、こういった指し方もね、あったかなと思います。実戦は、先手の穴熊がね、未完成のうちに、3五歩ついて、9九玉に3二飛車と、石成りを目指して、動いてきましたね。いい形を目指したということですね。で、私も1六歩と。この1六はね、石成りを目指してくる三間飛車には、覚えておきたい手で、実戦の5一角にね、2六飛車と。こういう形でね、受けることができるんですけど、このついてないとね、1五角のようにまた出てこない。これちょっと嫌な手なんですよね。こうね、ふっと出てこられて。下がりますとこう突かれますしね、飛車を寄ると1四歩と突かれて、お互い様の格好ではあるんですけどね、いつでもこう3六歩から角をこうになってくるような手をね、狙われたりして、ちょっとね、居飛車としては気を使う展開にもなるのでね、1六歩と突いておけば、この5一角に2六飛車と受けてね、一応こう角と出られる手がないのでね、こう石田流になる展開の時とかにはね、1六は居飛車の税金なんてね言われ方もするんですけれども、1六角の筋を消すには1六をついておくのが無難なところだと思いますね。で、2六飛車に対して後手は3四飛車と。で、私は8八銀、3三桂、7九金とね穴熊を目指しています。で、7四歩で、7八金よりとね。私の方はね、もうちょっと早めに後手の石成りに対して、なんか動いていくっていう手をね、考えるともちろんあるところだったんですけどね、本局はシンプルにこう穴熊に囲ってね、じっくり指す方針ということですね。で、後手は9四歩。9六とね、これ受けない手もあるんですけどね、近年はこう穴熊であっても8五受ける手がね、形が流行という感じもありますね。はい。で、5二金左。そして、ここからですよね、ガチガチの穴熊に組んだんですけれども、ここまではね、あまり戦いを、穴熊が完成する前は戦いを起こしたくないというところなんですけど、穴熊が完成したここからはね、何か動いていきたいところなんですよね。ただしね、やはりその間を作った間にこちら側で、振り飛車側が、後継を作りましたから、なかなか動いていく手がね、難しいんですよね。例えばね、4六歩とかついて1分持つような手もやってみたいんですけど、仮にね、3六歩とこう強く攻め合いが来てね、同歩ですと、4六歩と取られてね、こう穴熊のこう偏ったね、隙ですね、ちょっと手薄な右辺を狙われると。同飛車と取ればね、決戦なんですけど、例えば同飛車、同歩に4六歩というような展開ですね。本来こう飛車と歩、飛車交換になればね、硬い穴熊が優勢になりたいところなんですけど、次にね、歩になって、例えば4一飛車、4九飛車、これ一例ですけどね、1一飛車成みたいな感じだと、後手もね、4七歩成という感じで、これはどうですかね、と金攻めも結構早いですしね、これは後手が結構強気に飛車交換で挑んできた場合ですけどね、そんな簡単にね、やはり、居飛車側も、なんていうんですかね、こう手を作るのが難しいんですよね。後手の美濃囲いも非常に硬いので、穴熊できたのでね、乱暴に動くというのは難しいということでね、で実戦は8六と、これはね、ちょっと、攻めるというよりは、後手の方のね、理想を言いますと、後手の形の理想を言いますとね、8四に角を出て、7三桂と飛んで6五歩、これは3手いっぺんに指しましたけれども、こうなるとね、銀が捕獲されてしまうわけですね。例えば、ここで、1でですね、6八角と引くと8四角と出てきて、じゃあ例えば1五歩と突くと7三桂と飛ばれて、こうなるとね、結構ね、嫌な形なんですね。6五歩と突かれて、こちらに引くと角なられちゃいますし、5七に引くんではね、なんかちょっといかにも不格好な格好になるので、こういう展開はね、8四に角出る展開はね、結構振り飛車側としては狙いの一つにあるので、その手をね、牽制したということですね、8六歩とついて。で、それでしょね、8五角と出てきたんですけど、これはちょっと強気すぎたかもしれないですけどね、8四歩とついて穏やかに、この場合は私は銀冠穴熊に組むような感じに進みます。実際は8四角だったんでね、8五歩と私はついて、そうですか、ここですね。8五歩とついて、6二角に、7五歩とね、これはちょっと
感じはいいですよね。この位を取って、まあ、一回同歩同銀7四歩に8六銀とね、まあやや偏り気味な感じはありますけど、こう玉頭方向にね、なんですかね、駒が集結して、場合によってはこれね、飛車の方から、穴熊の方から8攻めも考えられるような感じになってきました。ただね、相手の方もこう銀をね、こちら側になんていうかね、誘っておいて5四歩と。まあ手薄になった中央ですね。先ほど銀がいる時にね、突きにくかったんですけど、銀がいないので突くということでね、非常に相手の方も理にかなった指し方かなと思います。5五歩、同角に4三金ですね。この4三金も、ある意味抑え込みを図った手でね、4三金はね、5四銀と上がりますとね、6四角もありますし、3三角成からね、銀を取られちゃうんでね、後手の方もこう金をね、厚みを作ろうという手ですね。で、7七角と。撤退して5四金とね、力強い手したわけですよね。5五歩と打ってもね、おそらくこれ引いてくれないで6五金って感じで出てこられてね、結構ね、ここに刷り込まれ、飛車を回れば、例えば5七5六とかね、結構嫌な形になってきますね。ということで私は5五歩と打たずに8七金とね、銀気を整理しました。そして後手は5五歩と打って2六飛車。さあどうですかね、一段落といった感じなんですけど、この局面はね、お互い、私は歩2枚で、お互いにこう非常に硬い囲いなんでね、ほぼ互角と言っていいと思うんですけどね、次の手から決戦に入りました。ここはね、後手の方も何か4四角とか、じっとしとく手もあったと思うんですけどね、ただし先手の方もね、8八金上がるというのが非常に大きい手で、ここまで組むとね、次9五歩という手が出てくるんですよね。こう同歩同銀みたいななった時にね、やはりこう銀冠のものが非常にこう端に厚いので組み越えた効果が出てくるんですよね。ということで、ゆっくりした展開は例えばそういうね7三桂とかもやりにくいですよね。9五歩とね端が薄くなっちゃうんでね、ゆっくりした展開を指す手が難しいと見て、ここでね後手は3六歩と仕掛けに踏み切ってきました。先手が8八金上がるの一手がねまだ間に合ってないので、そういったね狙いもあると思います。ただ同飛車でね、同飛車同歩で飛車交換になって、穴熊も硬いんでね、この仕掛けはどうだったかというところは微妙なところですね。で同飛車同歩に3九飛車取って3一飛車と私を打ち返して、ここでね2五桂と逃げて、そうですね、対局戦の時ここでね非常に迷いましたね。香を取って普通に詰め合う手もあるんですけど、そうするとね桂香を取られて香車を取ってですね桂馬を取るという展開、これもねほぼ互角だとは思うんですが、次にね香車を取られるとね、桂馬1枚、多くね後手に取られてしまうので、ちょっとねそれが不満ということで、ちょっと本譜は工夫したわけですね。この瞬間に1七桂と。ただね今回ねこう工夫した手が後々生きてきましたね。難しかったですけどね、これ後手もね同桂成同香同角成とね取っとく手もありましたね。それで香車を取るとお互い桂香を持ってさあどうなるかっていう終盤戦なんですけどね、実戦は3七桂成と、こちらになるでもねやってみたいですよね。いい方向に玉側に働くんでね。ただし1一飛車成と取って1九飛車成に、2五桂と逃げてね、先ほどとの違いちょっと分かりやすいですね。桂馬がこうね取られるはずの桂馬がこう逃げ出してますから、でこの桂馬がね本譜この後うまく働いたんで、その辺りからねちょっと居飛車に、私の先手の方にね、形勢が好転したかなという気はしますね。で2五桂に対してねここで3六成桂とやったんですけれども、どうですかね。例えば4七成桂とすぐ攻めるとか、ちょっとやりにくいですけどね、守備の金なんで6五金と出て、場合によっては7六香というような攻めを狙う。ただ7五金にね6八角と引いてね、また今度こっちが角成る手を狙ったりしては難しいんですけど、ちょっとね実戦の3六成桂は少し手がぬるかったかもしれないですね。3六成桂とって歩も大きいんですけれども、3三桂成とね、そうですね、3六成桂にごめんなさい8八金とね一回上がると1回上がりまして、で、この手が大きいんですよね。この歩を取るんですけど、この金上がる手がねやはり大きい手で、実戦1七角成に3三桂成と、成り込みましてね、この辺りでねやはり先手としてもねあまり不満がないですね。穴熊は硬くて、駒の損得なしで成桂の位置も同じですから、理屈で考えてもねあまり悪いという感じはしない。もちろん角と馬の差ぐらいですかね、先手の不満としてはね。でここで、後手は4四馬と引きつけて、ただ相手の方非常に強い方ですね。馬を、こっち攻め合って使ってくるとねもう馬がない美濃囲いは非常に攻略しやすいんですけれども、
やはりね、一直線の攻め合いではなくて、ちょっと曲線的にね、穴熊の硬さを警戒した指し方ですよね。うっかり成桂動いてると竜取られちゃうんで、実際に4二3一竜と回りました。で、ここでね、3九竜と回ったんですけど、このまま4七成香とかも良かったかもしれないですけどね、3九竜に、4二成香とね、こう入った手が、地味ながら大きい手で、この竜がね、直通したら桂馬が動けなくなっちゃったんですね。動けなくなってしまったので、ちょっとね、成桂の使い方で非常にちょっと先手の方がね、得した感じですね。実際6二馬と粘りですね、粘りの一手。さあ、ここからね、どういくかなんですけれどもね、いろんな手がありましたよね。3四歩と打ってね、もう1枚と金を量産するっていうのもあるんですけどね、ちょっと遅すぎるかなと。これでも有力だったと思うんですけどね、実戦はもう5二歩から一気に攻めかかる方を選びました。こうなってね、もう1枚と金ができるのは非常に大きいので、後手は同銀とね、取ったんですが、で、その時に8四歩とね、そしてこの序盤に、蓄えておいたね、貯金を生かして、玉頭からね、珍しいですね。穴熊でこう玉頭から攻めると珍しいんですけれどもね、攻めていきます。で、同馬ですとね、5二成桂、同金と美濃囲いが乱れますので、後手はね、同歩と取ったんですが、そこで5二成桂と、銀を取りまして、で、同馬。同金はね、ちょっと形が悪くなる同馬なんですが、こうしておいてからね、8五歩と。継ぎ歩攻めですね。玉頭から殺到していこうということですね。取り込まれてしまうとね、痛いので、後手は同歩と取ったんですが、同銀とね、進んで。そうですね、ここはやはりちょっと振り飛車、居飛車のペースですかね。ちょっとこの3六の成桂と5四の金もやや中途半端な駒になってきてね、私の方はこうすっきり遊びもないんですよね。もうね、こちら右辺は全部駒がさばけてますし、ちょっと後手はやっぱりこの成桂と金がね、不安定なので、ここは居飛車のペースに、ね、なって居飛車優先になってると思います。実際8四歩をね、打ってね、同銀なら歩を取るってことなんですけど、これで6六角とね、これが気持ちのいい手ですよね。馬と角がちょっと一番働きの下がって、不安なところだったんですけど、この角が上がることでね、角も働いてきました。8九竜と取ればね、2枚替えになりますけど、さすがに飛車を渡してしまってはね、後手陣が厳しくなるので、6六角に対してね、3八竜と我慢したんですけどね、これはちょっと逃げるだけの手なんでね、やや辛いですね。で、ここで、私は一気にね、攻めていきます。8三歩と。手筋ですね、同銀です。8四銀ですね、8三歩と打ったので、先に歩を打って、同銀に8四銀と。そしてここから一気のね、攻めで寄せに向かいます。同銀と取って同角と。で、8三香。ここは香車打つしかないでしょうね。他の手歩とかではね、ちょっと反発力がなさすぎるので香車を打ってね、角が逃げればね、香車がやはり穴馬の方に効いてくるんですが、ここでね、一気の寄せですね、6一竜と。穴熊じゃない囲いではね、非常にやりにくいですけど、穴熊ならではですね、強襲をかけまして、同馬に6二銀とね、打ちまして、どうやらこれでね、攻めが決まってきましたね。6二銀にね、実際角を取ったんですけれども、例えば、7二馬とかね、逃げても7一銀打ちという感じで、ガリガリ攻めていってね、まだ金と香を持ってますから、ちょっとね、寄り形になっていますね。実戦は、8四香と、ね、角の方を取ったんですけど、6一銀ならずでね、取りまして、で、この手がね、7一角から、詰めろになっております。で、8七香成とね、仮に、こう香車をね、取ってきたとしてもね、戻しても勝ちそうですし、香車を打っていってね、後手玉は寄り筋になりそうですね。はい。ですので、実戦はね、1七角と、打ったんですけどね、これはしょうがないですね。居飛車、もうこのパターンになりますとね、穴熊にもう手はつかない感じになってきますんでね、1七角は、馬を作って粘ろうという手なんですけど、7二銀打ちと貼り付けまして、そうですね、玉の腹から銀打って、いろいろね、角を打つ手もあったんでね、この辺は勝ち筋いろいろあったと思います。9二銀と打ったんですが、8三歩って以下は即詰みですね。はい、玉をかわせば金です。我々は角なので、同銀と取ったんですけれども、同銀成、同玉に再び7二銀打ちと打ちまして、7三玉と逃げたんですけれども、8二角がね、ぴったりな手でね、玉がこちらに逃げれば、5二金までですね、同玉と取ったんですけれども、8三金と、
最後はね、一手詰めまで指しまして、8二角までですね、失礼しました。8二角と打ったところで、8二角と打ったところでね、投了となりました。以下はね、同玉には8三金で、即詰みですので、投了もやむを得ません。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね、将棋を指しました対局の解説編をお届けいたしました。向かい飛車対ね、今回穴熊ということでね、固くね、囲えてね、序盤の方は満足といった感じだったんですけれどもね、中盤以降ですよね、やはりこう、硬くなった穴熊をどう生かしていくか、今局の場合はね、決戦になったのでね、硬さが生きて、終盤はね、ラリー系をうまく使ってね、で、最後はね、玉頭の厚みで押し切ったという内容でした。細かいね、指し方や方針ですね、考え方のポイントなどはね、繰り返し見ていただいて、皆様のね、実践の参考になればなと思っております。